今日の目的は、弓で弾くときに一番大切な弓と弦のコンタクトを確実に作っていくことです。発音、つまり右手で作るアーティキュレーションは、これから音楽をしていく上で最も大事な基盤となります。音の始まりと音の終わりを意識する癖をつけることによって、それを成し遂げましょう。それから今日は弓のコントロールにおいてとても重要である右手の外側の筋肉もトレーニングします。こんにちは、グスタフです。このビデオではいよいよ弓で弦を弾き始めます。そのための前提条件は、チェロを正しく構えられて正しい弓の持ち方ができていることです。チェロの構え方と正しい姿勢については、パート1のビデオで、弓の持ち方や弓を持つまでの指の基礎的なトレーニングについては、パート2のビデオで説明していますので、どちらも先にチェックしてからこのビデオを見てくださいね。では、早速始めましょう。弓で音を出すという動作は、物理的に何が起きているかというと、松ヤニのついた弓の毛で弦を捉えて、摩擦を起こして弦を振動させるということです。では、そのプロセスで何が大事か。見落としがちなのが、音の始まりと終わりを意識することなのです。弦と弓のコンタクトを作るところ、離すところを意識するということです。これを意識しながらストロークの練習をすることで、後々様々なアーティキュレーションで音楽に表情をつけることができるようになります。これは弦楽器奏者にとって一番大切な右手の基礎になります。パート1のビデオで説明した通りの姿勢でチェロを構えます。弓は自然なバナナ型が保たれる程度にだけ張ります。次に弓の重心を見つけます。重心は銀の巻き線と弓の中央あたりの間にあります。まず弓を人差し指と親指でつまんで弓の棒を持ちます。そこで左右どちらかに倒れないようにバランスが取れて弓が水平になる場所があなたの弓の重心です。次にその重心のポイントを弦の上に置きます。最初は最も弾きやすい G 線か D 線を使ってください。僕は今日 G 線を使います。肩は常に下げたままで、肘はだいたい手首と同じ高さにします。だいたいで大丈夫です。弓はコマと指板の端のちょうど真ん中あたりに置きます。ここがスタートポイント、つまり僕たちのホームです。ここは定期的に大切に確認する必要があります。弦に対して直角になっているかも確認します。鏡の前に座って弓の角度をチェックするとわかりやすいです。でも最初から完璧である必要はありません。弓の角度についてはこのシリーズのパート4でとてもいい練習方法を紹介します。弓を弦に置いたまま指と柔軟性と指の力が十分かどうか確かめるためにクラゲの練習を少し復習します。次に弓を弦にかませる力を作ります。弓の毛に向かって弓の棒を押し付けられるか試してください。この動きは前腕から行います。前腕を少し左に回し、その回転の勢いを人差し指を通して弓に伝えます。もしこれが難しい場合、肘が手首より低すぎる可能性があります。肘を少し上げて、手首と同じくらいの高さにしてみてください。肩は常に下げたままにします。重心から弓の中央までを使ってストロークします。この時、肘はだいたい手首と同じ高さです。各ストロークの前に少し弓を弦にかませます。その後、肘で弓を引く、押す動きを行い、弓が動き始めたら、噛みつきを少し緩めます。ダウンの弓は肘のプル、アップの弓は肘のプッシュです。一つの音ごとに弓を止め、噛みつき、肘ストローク、緩める、ストップという一連の動きを毎回最初から行います。
この一連の動きが本当に大事ですから、最初はすごくゆっくり、しっかりと行ってください。動きをコントロールできるようになったら、言葉を使って練習します。それは言葉と音楽のつながりを作るためです。次は弓元から重心までを使ってストロークします。この時、肘は手首より低くなります。弓元では腕の重さが大きく、弓の棒と毛の間の距離も大きくなります。皆さん実感でわかると思いますが、弓の元に行けば行くほど腕の重さが弓にかかりやすくなるので、噛みつきは少なくても済みます。しかし音が詰まりやすくなるのもありますので、腕の重さを調整します。まずは言葉を使わずに弾き、音をよく聞いてください。音が詰まって聞こえたら、腕の重さを減らします。肩は必ず下げたままにします。動きをコントロールできたら、再び言葉を使います。弓の上半分から指先までを使ってストロークします。ここでは肘が手首より高くなります。手首はまっすぐ保ち、折れてはいけません。弓は弦の上に置いたまま、噛みつき、肘ストローク、緩める、ストップを実行します。手首をまっすぐ保つためには、上半分では小指の力も必要になります。小指が滑ったり、人差し指が弓の棒に巻きつくようになる場合、それは小指の力が足りていないサインです。小指の力を鍛えるためには、皆さんすでに知っている練習を再び紹介します。噛みつき、肘ストローク、緩める、ストップの戦略を使って、弓全体を使ってストロークします。メトロノームを 60bpm に設定し、ダウンの弓で4拍、アップの弓で4拍弾きます。弓を止めたときは、次のストロークの準備として、1拍余分に数えます。
これまでの練習をすべてきれいにできた人は、弓全体を使ってレガートで弾いてみてください。これもメトロノーム 60bpm で行います。今回はストップなしで、ダウンの弓4拍、アップの弓4拍を正確に弾きます。では最後に小指のためのテストを行いましょう。通常の弓の持ち方をして、弓をろうそくのように垂直に持ちます。手首はまっすぐに保ち、動かしません。次に、前腕を左に回して弓が水平になるようにします。ここで小指側の筋肉と親指が協力して弓の棒の重さを支えている感覚を感じます。その後、前腕を右に回し、毛を天井へ向けて水平になるところまで弓の持ち方は崩さないように倒します。この一連の動きをゆっくりコントロールしながら10回できますか？一緒にやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。このようなことが起きたらダメです。小指がコントロールを失い、指先が下に落ちる。小指が外に開き、第二関節だけで支えている。それはチーティングです。親指が穴から滑り抜ける。原因はここでも小指側の手の弱さです。どうでしたか？もしわからないことがあったらコメント欄で教えてくださいね。あと、こんなこともっと知りたいなというリクエストがあればそれもくださいね。それでは、また次のビデオでお会いしましょう。またね。